こんばんは、バズマンでございます。今日はですね、40歳以上の皆さん、そしてピッキングに悩んでいる皆さんにですね、この3つの方法をうまく引きこなすことができたら、めちゃくちゃあなたはピックの達人になりますよっていう方法をですね、お話ししていきたいと思います。逆に言えば、このピッキング方法をやってみて、引っかかる、うまく引けないみたいなことが起こったらですね、これは何かしら問題があるということで、いいチェックの方法にもなりますので、ぜひ最後までお付き合いください。ここで少しお知らせをさせてください。2026年今年の8月8日土曜日ですね、僕のバースデーライブを行いたいと思います。場所は新宿のミュージックバーサークルさんという場所です。いつもの僕のメンバーに加えてですね、スペシャルギタリストが2人ほど参加していただきますんで、ギター祭りになることはもう間違いないと思います。ぜひ楽しみに遊びに来てください。さあ、それでは一つ目からやっていきたいと思います。まずはですね、この能力がないとなかなかうまくいかないんですけど、ショットスピードですね、ショットスピード。ショットスピードというのは何かというと、振り抜きのスピードですね。実は皆さん弾きやすいピック、弾きにくいピックってなんとなく自分でも認識してるとは思うんですけども、ちなみにこれはですね、ブルーチップというすごく高級なですね、5、6千するかな、1枚。このピックをですね、使ってみると、ね、こっちの努力なし、弾き手側の努力なしで、スルスルとすり抜けてくれます。なので弾きやすいと言われたりします。ただ、この弾きやすさにですね、かまけて、自分の能力を上げないとですね、ピックを選ばなきゃいけなくなってくるんですね。そうじゃなくて皆さんの希望としては、どんなピックでも扱える方がいいじゃないですか。音色に合わせて、このピックが持ってる音色に合わせて、ね、選べる方がいいんですよね。なので、ショットスピードを上げていきたいんですけど、このショットスピードっていうのがですね、なかなか上がらないんですよね。で、ここでね、皆さんのショットスピードが速いかどうか、そしてうまくピックが当てれてるかどうかをチェックするのにですね、ぜひこのピックを使っていただきたいんですけど、ヘルコのですね、ナイロンピックですね。バンヘイレンとか、マイケル・シェンカーとか、が使っていたことで有名な、このナイロンピック、めちゃくちゃ引っかかるんですよ。なんだか重たいんですよ。そう。でも、このピックでも、今さっき見せたブルーチップのピックと変わらず演奏できるようになっていれば、ね、しっかりとショットスピードが保てているということです。ぜひやってみてください。ちょっとやってみましょうね。まずはブルーチップのピックでやります。ナイロンのピックで、ヘルコのピックでいきたいと思います。こうやって変わらず演奏できるようになるまでかなり時間かかりました。ぜひ、ちょっとね、チェックのためにもですね、ナイロンピック使ってみてください。さあ、2個目のチェックポイントはですね、シングルピックアップを使いましょう。ハンバッキングってですね、実はコンプがかかるんですよ。コンプがかかってしまう、少しね、粒が揃ってしまうので、正確な、っていうかちょっとね、はっきりとって言ったらいいか。はっきりと、このピッキングのタッチが出るのはシングルの方が出やすいんですね。しかも、リアピックアップでやってください。なかなかね、キャ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 言って、弾きにくいですよね。そう、あれはやっぱりタッチ以上のものが出てると言っても過言じゃないかもしれません。でも、このリアピックアップで弾きこなせるようになったらですね、かなり変わります。かなり変わりますんで、ぜひ練習の時とかですね、取り入れていただきたいなと思います。そして、ピッキングの場所をですね、今回は2箇所提示するので、どちらもやってみていただきたいなと思います。今、テレキャスターのですね、リアピックアップにしました。ストラトのリアピックアップとかでもいいです。ぜひこのセンシティブなね、ピックアップを使って、練習してみていただきたいなと思います。スケールとかでいいと思います。スケールとかで、練習していくんですが、どうしてもですね、シングルでやると、みたいな感じで、ドダドデドダドダダダみたいないろんな音がしちゃうんですね。そうじゃなく、一つ一つの音が均等に、というような感じで、粒が揃った音色を出してほしいんですね。で、ちなみに今ちょっと温かめの音を出そうと思っているので、このフロントピックアップのすぐ下ぐらいを弾いていましたね、今ね。じゃなくて、リアピックアップのすぐ上というのもぜひ練習してください。ここはですね、テンションが硬くなるので、少し音色が変わってきます。これもですね、実際に演奏でたくさん使うシーンがありますので、ぜひここも練習していただきたいなと思います。ちょっと下手に弾いてみますね。ではなく、慎重に、
きます。というわけでですね、このシングルピックアップでも丁寧に音を出そうと思ったら出せるんですね。もちろんですよ。もうすべてのライブで集中して、もう一つも動かずにそれを弾けっていうつもりもありません。ね、ライブで盛り上がって、うわーって弾くこともあるでしょ。それも全然良しとして、ただ、このね、綺麗に弾くということも体に覚えさせておくと、やっぱりレコーディングの時とか、で全然困らなくなりますから。そしてですね、シングルピックアップのもう一ついい点があるんですよ。それは何かというと、楽器のですね、そのレスポンス、要はダイナミクスがですね、はっきりわかるんですね。要は、音量がしっかりと把握することができるということですね。皆さんがピッキングをこうしてたとします。別にね、すごく力んでる感じもしないし、特別大きくも感じませんよね。だから皆さんこれを普通としがちなんですが、ね、実際最大音量で弾いてみましょう。さっきのピッキングとさほど変わらないってことがあったりするんですよね。なので、一番でっかいピッキングが、この音量で、だったら一番ちっちゃいのこのぐらいかな？その真ん中ってなると、このぐらいが真ん中だったりしますね。あ、このぐらいがピッキングのちょうどいい音量かと。知ることができるわけですね。はい。こういうところもですね、シングルピックアップの特徴、ダイナミクスがはっきりと出る。音量の差がちゃんとつけられるっていうのも、このシングルピックアップの魅力なんで、ぜひこれもチェックしてみてください。さあ、3番目はですね、うちのチャンネルでいうバリバリ系のエフェクターで、クランチをかけるってやつですね。僕はね、音色の中ではクランチが一番弾きにくいと思う。これが一番テクニックがいると思ってます。はい。歪んでくれればですね、もうクリーミーなトーンっていうのはエフェクターが作ってくれますが、やはりこのピッキングのタッチをはっきり出してしまう、これみたいにね、今すごくローゲインセッティングですね。こういうローゲイン、もっとローゲインでもいいんだけど、本当にピッキングを強く弾いた時だけ歪むみたいな、そういうセッティングの時のですね、クランチが一番弾きにくいと思います。これが滑らかに弾けるようになるように頑張ってきました。ぜひ、ブルースドライバー持ってる方はこんなセッティングにしていただいて、ゲイン低めですね。それでリアピックアップでですね、テレキャスターかストラトかのね、リアピックアップでもうカリンカリンの音でぜひ普通に弾けるかやってみてください。ね、僕もなかなか肩に力がなんとなく入ってるのが自分で感じますね。もうね、これなんともないように演奏できるとね、すごいですね。はい。というわけで、3つお伝えしてみました。それでは、ナイロンピック、クランチ、そして、リアシングルというですね、最強セットで演奏してみたいと思います。まあ、なかなか難しい。さあ今日もご視聴ありがとうございました。今日はあえて厳しい、ピッキングに一番厳しいセッティングでですね、弾いてみるということで、やってみました。皆さん、スラスラ弾けましたでしょうか？ぜひこれでね、スラスラ弾けるところまで頑張ってみていただきたいなと思います。そして最後にですね、以前やりました、ミュージッククリエイター AI のコンテストのですね、優勝者を発表したいと思います。今回のミュージッククリエイター AI× 末松和人のコンテスト優勝者は猫丸さんで決定いたします。猫丸さん素晴らしい演奏ありがとうございました。バッキングトラックも最高にいいやつができていましたね。というわけで優勝した猫丸さんにはですね、立派なトロフィーと Amazon ギフト5000円分の、カードをお送りしたいと思います。他にもですね、素晴らしい作品いっぱいありました。ありがとうございます。またですね、ここでコンテストやりたいと思いますので、ぜひご参加よろしくお願いいたします。それではですね、今日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、コメント、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。そして各種 SNS、LINE 公式もやっておりますので、ぜひチェックしてみてください。それでは、また。動画ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちら。
ちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。